皆様いかがお過ごしでしょうか。車で高速道路を走っていると、料金所を通過するときに聞こえてくるピッという電子音。もはや私たちのドライブには欠かせない当たり前の音になっていますよね。ですが、短い音の裏側で日本の技術がどれほどの道のりを歩んできたのか、思いを巡らせたことはありますでしょうか。今夜はこのすっかり日常に溶け込んだ ETC システムが、実は今、静かな、しかし大きな変革の時を迎えようとしている、そんな知っているようで知らなかった物語を資料とともにじっくりと紐解いていきたいと思います。さて、物語を始める前に皆様に一つ大切な問いかけをさせてください。今お使いのその ETC 車載機、もしかしたらそう遠くない未来に使えなくなってしまうかもしれないというお話、耳にしたことはありますでしょうか。これは単なる都市伝説の類ではありません。2030年問題と呼ばれる私たちのカーライフに直接関わってくる避けては通れない変化がすぐそこまで来ているのです。今回はこのような流れで物語を進めてまいります。まずは ETC が登場する前の少し懐かしいアナログの時代から、そして ETC がいかにして社会のインフラとなったのか、さらにただ料金を払うだけではない ETC2.0 の驚くべき機能、今回の革新である2030年問題の正体、そして最後には料金所そのものが消えていく未来まで、順を追ってじっくりと見ていきましょう。それでは最初の章、ハイウェイカードの時代です。今ではもう少し想像しにくくなりますが、ETC がなかった頃、料金所では車の窓を開けて係員の方に現金や通行券を手渡すのが当たり前の光景でした。そんな時代にもう一つの選択肢として多くのドライバーに愛用されていたのが、このプリペイド式のハイウェイカード、通称ハイカだったんですね。なぜこのハイウェイカードがそれほどまでに広まったのか。その最大の理由はこのプレミアム率の高さにありました。例えば5万円分のカードを買うと、実際に高速道路で使える金額は5万8000円分。つまり8000円もお得になったわけです。これかなりの交換現率ですよね。特に毎日長距離を走る運送業者の方々や出張の多い営業ドライバーにとっては、この差は非常に大きく、経費を節約するための必須品ともいえる存在だったんです。しかし、この便利でお得なシステムの裏側には、アナログ技術ならではの、といいますか、致命的な弱点が潜んでいました。それが、磁気情報の偽造です。精巧に偽造されたカードが大量に出回り、不正利用が後を絶たず、ついには大きな社会問題までに発展してしまいました。このセキュリティ上の重大な欠陥が、結果としてハイウェイカードの寿命を縮め、より安全で確実なデジタル決済システムへ、つまり ETC への移行を決定づける大きな要因となったのです。ハイウェイカードの時代の終わりは、実に計画的に、そして長い時間をかけて行われました。2005年にまず販売が終わり、翌年には利用そのものが停止。そして使い残したカードの払い戻しが完全に終了したのは、そこからさらに10年後の2016年のことでした。これは日本の道路の料金システムが物理的なカードという媒体から目に見えないデジタルの通信へと、もう戻りはできない大きな転換を遂げた、まさに歴史的な出来事だったと言えるでしょう。さて、こうしてアナログの時代が終わりを告げ、いよいよ現代の主役 ETC が登場します。次の章では、このシステムがどのようにして驚異的なスピードで日本中に広まり、私たちの日常に深く根付いていったのか、その秘密に迫ってみたいと思います。この数字 94%、これが現在の日本の主要な高速道路における ETC の利用率です。この数字が持つ意味、非常に大きいと思いませんか？もはや一部の人が使う便利な道具というレベルではなく、電気な水道と同じような社会全体のインフラとして完全に定着している証拠です。もちろん最初から順調だったわけではありません。登場した当初は車載機が高価で普及は伸び悩みました。しかし国や高速道路会社が打ち出した ETC 利用者限定の深夜割引や休日割引がまさに起爆剤となったのです。特に長距離を走るトラックドライバーなどにとっては、この割引の有無で料金が数千円、時には1万円以上も変わるため、爆発的な普及を後押しすることになりました。では、なぜ日本の ETC は料金所のバーが開かないといったトラブルが極めて少なく、
これほどまでに信頼性が高いのでしょうか。その心臓部にあるのが、この DSRC と呼ばれる通信技術です。これは、車載機の側から積極的に電波を発信するアクティブ方式というものを採用しています。海外で主流の料金所からの電波をただ待つだけのパッシブ方式に比べて、通信が非常に安定しているんですね。そして何より重要なのが、やり取りできる情報量が格段に多いこと。実は、この情報量の多さこそが、ETC が単なる決済システムを超え、後の ETC2.0 という情報ネットワークへと進化するための重要な付箋になっていたのです。そしてその伏線が今まさに花開いています。ETC はもはや単に料金を支払うだけの機械ではありませんでした。この第3章では、情報プラットフォームへと進化した ETC2.0 がもたらす驚くほど賢いサービスの世界を覗いてみましょう。この表は従来の ETC といわゆる ETC2.0 の違いを分かりやすく示していますね。左側のいわば第1世代の ETC が料金所という一点での料金収受、つまり決済に目的を絞っていたのに対し、右側の ETC2.0 は高速道路の本線上に数多く設置された ITS スポットというアンテナと双方向で通信し、膨大な情報をやり取りする情報プラットフォームなんです。これにより、ただ支払うだけではない、全く新しい価値が生まれてくるわけです。その新しい価値の一つが、この圧倒的な情報範囲の広さです。これまでの VIX といった交通情報システムが、せいぜい最大で200キロ先までの情報しか提供できなかったのに対し、ETC2.0 はなんと最大で1000キロ先。1000キロというと、東京にいながら九州の交通情報までリアルタイムで手に入るというようなスケール感です。これは、例えば東京から大阪へ向かう長距離ドライブの際に、灘静岡あたりを走っているうちから、関西圏で発生している事故や渋滞の情報をキャッチして、最適なルートを考え直すといったことを可能にするのです。ETC2.0 にはこんなユニークな社会実験もあります。日本の高速道路にはサービスエリアやパーキングエリアの間隔が100キロ以上も空いてしまう空白区間という場所がいくつか存在します。ドライバーの疲労やトイレを我慢するといった問題がありました。そこで ETC2.0 を搭載した車に限って高速道路を一度降りてすぐ近くにある道の駅を休憩所として利用しても料金が割高にならないという仕組みが試されているんです。やり方は驚くほどシンプルです。指定されたインターチェンジで高速を降りて道の駅で食事をしたり休憩したりして2時間以内にまた同じインターチェンジから高速道路に戻るだけ。これだけで降りなかった場合と全く同じ料金で計算してくれるんですね。これはドライバーの安全を守ると同時に地域の道の駅を活性化させることにもつながる、まさに一石二鳥の非常に賢いアイデアだと思いませんか？さて、ここまで ETC の便利な側面、その進化の物語をたどってきましたが、ここからはこの解説の核心ともいえる少し未来のお話に入っていきたいと思います。第4章、2030年問題。これは私たちの ETC 車載機に静かにしかし確実に迫っているセキュリティ規格の更新という大きな変化点についてのお話です。なぜ今まで問題なく使えていた車載機がある日を境に使えなくなってしまうのか。まず大切なのは、これは決して機器が故障するという話ではないということなんです。ETC は料金を支払う金融決済システムの一部ですから、その通信は非常に高度な暗号技術で守られています。しかし、どんなに頑丈な鍵でも、時間が経てば、いつかはそれを開けてしまう技術が現れるリスクが高まります。そこで、将来考えられるサイバー攻撃などからシステム全体を守るために、国がセキュリティの規格そのものをより強固な新しいものへとアップデートすることを決めたのです。いわば私たちの安全なカーライフを守るための未来に向けた予防措置ということなんですね。では、ご自身の車載機がこの先も使い続けられる新しい規格のものなのか、どうすれば確認できるのでしょうか。いくつか簡単な見分け方がありますので、もしよろしければ後でご自身の車で確認してみてください。まず、車載機管理番号という19桁の数字があります。その最初の数字が1で始まっていれば新規格、
0なら急規格の可能性が高いです。また、車載機本体のどこかに〇〇〇という3つの黒い丸のマークがあれば、これも新規格の印です。少しややこしいのが ETC2.0 で、ロゴの近くに四角い四角のマークがあるものは、サービス開始初期のモデルで、古いセキュリティ規格の可能性があるんです。ただこれらはあくまで簡易的な見分け方です。一番確実なのは、車載機のメーカーの公式サイトで、ご自身の機種の番号を直接入力して確認することですので、少しでも気になった方はぜひ一度チェックされることをお勧めします。さて、物語もいよいよ最終章です。この2030年問題という、いわば技術的な世代交代は、実はもっと大きな日本の道路の未来図を描くための一つの布石ともあるのです。これからの道がどのように変わっていくのか、その未来像を展望してみましょう。利用率が 94% に達した今、全国の高速道路で料金所を ETC 専用にする動きが急速に進んでいます。その目的は、まず料金所のスタッフの人員を確保する難しさじゃ、運営コストを削減すること、そして現金やカードのやり取りのために車が一時停止することで起きていた料金所付近の渋滞を緩和すること、さらには低コストで設置できるスマートインターチェンジを増やしやすくすることで、地域の利便性を高める狙いもあります。もちろん、人と人が接触しないタッチレス化による安全性や衛生面の向上という側面も大きいですね。この一連の流れが示している最も重要な結論がこちらです。これまで車を買う時のオプション装備の一つという感覚だった ETC 車載機は、もはや日本の道路を走るための必須装備へと、その立ち位置を根本的に変えつつあるのです。将来的にはきっとハンドルやブレーキと同じように、車についていて当たり前の存在になっていくのでしょう。ETC の進化は料金所の風景を変えました。そして今、その料金所という存在そのものが私たちの目の前から消えようとしています。では、このテクノロジーの流れのさらにその先で、私たちの運転という行為の次に変革される部分があるとしたら、それは一体何なのでしょうか。もしかしたら ETC2.0 が集め続ける膨大な走行データが未来の自動運転社会を支える重要な基盤になるのかもしれません。そんな未来を想像してみると、次に高速道路に乗るとき、あのピッという音がまた少し違った響きを持って聞こえてくるような気がします。今夜の物語はここまでとさせていただきました。お聞きいただきありがとうございました。